2021年度の最低賃金の引き上げ率は過去最大となりました。これは菅内閣の成長戦略会議のメンバーであったアトキンソンの提案によると言われています。アトキンソンは最低賃金の引き上げが日本の生産性を向上させると主張していますが、本当にそのような効果はあるのでしょうか。このプレゼンテーションでは最低賃金引き上げが雇用や生産性に与える効果を検証した上で、日本の生産性や賃金を上げるために最善の政策は何かを考えます。第1章、アトキンソンが提案する生産性向上策。まずはデイビッド・アトキンソンの紹介から始めましょう。アトキンソンは1965年生まれの英国人で、オックスフォード大学で日本学を専攻した後、1992年から2007年までゴールドマン・サックスでアナリストを務め、2011年に文化財保守の老舗、小西美術工芸社の会長兼社長に就任して現在に至るという人です。アトキンソンは観光立国論の提唱者として注目を集め、それがきっかけで観光業振興に熱心であった菅官房長官と知り合い、2020年に菅内閣が発足すると成長戦略会議の議員となり、菅内閣の政策に影響を与えました。現在でも東洋経済での連載で論陣を張り、世論に一定の影響力を与えています。最近のアトキンソンの関心は、低すぎる日本の生産性を上げるにはどうすればよいかという問題に移っています。生産性とは産出量を投入量で割った値で、投入した生産要素をどれだけ有効に利用しているかを示す度合いとして経済学では重視されています。アトキンソンは生産性を1人当たりの GDP と定義しています。これは一国内の生産活動によって新たに生み出される付加価値額の合計を国内人口で割った値です。しかし、生産性という言葉は別の意味で使われることがあります。代表的な生産性に労働生産性があります。労働生産性には GDP を就業者数で割った1人当たり労働生産性と労働時間で割った時間当たり労働生産性があります。どの定義でも日本の生産性は他の先進国と比べて低いので、人的資源が有効に活用されていないと言えます。このプレゼンテーションでは、生産性という用語をアトキンソンの定義に従って使うことにしますが、生産性と労働生産性は異なることを頭に入れておいてください。アトキンソンは生産性を向上させる提案を作成する上で、1人当たりの GDP と高い相関性がある3つの変数に注目しました。一つは最低賃金の水準で、もう一つは企業の規模の大きさです。大企業が多いほど生産性は高くなるということです。それから女性の経済参加度です。これは単に女性が働いているだけでなく、男女間に生産性や所得の格差が小さいことを示す指標です。これら3つを高める方法としてアトキンソンが提案するのが最低賃金の引き上げです。1番目を引き上げれば2番目と3番目も引き上げられるということです。アトキンソンが思い描くシナリオはこうです。最低賃金労働者の多くはパートタイムで働く中高年の女性です。だから最低賃金の引き上げで男女間の賃金格差が減ります。また生産性が低い中小企業ほど経営に打撃を与えるので、
中小企業の M&A を促し、企業規模の拡大につながります。これに加えて経営者は利益を確保するために設備投資を増やすので、この点でも生産性の向上が期待できるというのです。果たしてアトキンソンが思い描くように、これで日本の生産性は本当に高まるのでしょうか。第2章、最低賃金の引き上げは雇用を減らすか。従来、最低賃金を引き上げると失業者が増えると言われていました。しかし、アトキンソンは2017年に発表したメタ分析、全国最低賃金の雇用への影響を引用して、2020年に最低賃金引き上げ反対派が知らない世界の常識という記事を書いて、海外の専門家の間では、最低賃金の引き上げは雇用全体には影響を与えないのが世界の常識だと断言しています。しかしその論文は英国が行った最低賃金引き上げに関する英語論文にメタ分析の対象を限定しているので、これでもって世界の常識というのは無理があります。米国を対象にした2021年のメタ分析によると、最低賃金引き上げが雇用を減らすと報告した論文は 78.9% を占めます。統計学的優位性で絞り込むと、10% 水準以上で優位に減らすと報告した論文は 53.9%。5% 水準以上では 46.1% とのことで、やはり失業をもたらすことが少なくないようです。日本を対象とした研究はメタ分析をするほど多くありませんが、最低賃金の引き上げによる雇用の減少を報告するものが少なくありません。例えば2019年の研究によると、2007年に地域別最低賃金を引き上げた結果、19歳から24歳の高卒男性の雇用男性値は約マイナス 0.6 となり、若年労働者と高齢労働者の労働時間の弾力性は約マイナス 0.3 になりました。若者と高齢者の雇用に悪影響を与えたことがうかがえます。日本においても最低賃金引き上げが雇用を減らさないという報告があります。2004年から2010年にかけての慶應義塾家計パネル調査を用いた分析の結果、最低賃金の引き上げは、すでに非正規労働者として雇われてきた労働者の雇用機会を創出させることもなければ、新規の就業者の雇用抑制にもなっておらず、また、労働者の週平均労働時間を減少させてもいないという結論になりました。このように最低賃金の引き上げが雇用を減らすという報告もあれば、減らさないという報告もあり、意見は一致しませんが、経済学者たちはこの違いを労働市場が完全競争的か否かで説明しています。労働市場が完全競争的なら、労働の限界生産物価値と賃金率が等しいところで雇用量が決まります。その場合、最低賃金の引き上げにより、賃金率が高まれば、雇用者は雇用を減少させるはずです。しかし、実際の労働市場は必ずしも完全競争的ではありません。その典型は雇用者が1社しかいないモノプソニーの状態です。日本には中小企業の数が多いので、よほどの僻地でない限り、買い手が労働市場を独占することはありません。しかし、雇用者が複数存在する場合でも、職探しのコスト、転職コスト、転職後の人間関係がうまくいくかどうかといった不確定性が高い場合、
非雇用者が転職を選ばず、低賃金に甘んじる場合があります。この場合、雇用者側に余剰があるので、最低賃金を引き上げても雇用を減らすことはないと考えられています。余剰の有無に注目した2019年の日本の研究によると、最低賃金の引き上げが与えた雇用への効果は、労働の限界生産物価値が賃金率に近く、余剰が少なかった工場では優位に負であったのに対して、相対的に余剰が大きい工場では、最低賃金の従業員が相当数いても、最低賃金引き上げによる雇用への悪影響がほとんどなかったとのことです。しかし、それなら最低賃金を引き上げ続ければ、やがて余剰がなくなり、雇用を減らすことになると予測されます。それにもかかわらず、アトキンソンが最低賃金引き上げの継続を主張する理由は何でしょうか。それは生産性向上のシナリオが期待できるからです。最低賃金の引き上げで雇用者の余剰が減ると、雇用者である企業は利益を確保しようと設備投資に力を入れ、その結果生産性が改善されます。雇用者の利潤が増えると余剰が新たに生じます。するとさらなる最低賃金の引き上げが可能になるということです。もしも本当に生産性を改善する効果があるなら、たとえ失業者を増やす結果になるとしても続ける価値はありますが、果たして本当にそうした好循環が生まれるのでしょうか。次の章ではこの問題を考えることにしましょう。第3章、最低賃金の引き上げは生産性を高めるか。まずはアトキンソンが成功事例として挙げる英国の最低賃金引き上げが英国の生産性を本当に高めたのかどうかを調べたいと思います。その前に英国の最低賃金制度の歴史を振り返りましょう。英国で最低賃金制度が誕生したのは20世紀の初頭のことです。第二次世界大戦後、英国はゆりかごから墓場までをスローガンに掲げ、福祉に力を入れた結果、英国病と呼ばれる経済停滞に陥り、70年代にはスタグフレーションに悩みました。1979年に小さな政府を理念に掲げて首相になった保守党のマーガレット・サッチャーは、スタグフレーション退治に乗り出しました。賃金審議会の権限を大幅に制限して、制度を骨抜きにしたのもその一環です。1990年に保守党政権を受け継いだジョン・メイジャー首相は、サッチャーの外交方針を転換したものの、国内政治ではサッチャリズムを継承し、1993年に形骸化していた最低賃金制度を正式に全廃しました。ところが、1997年に保守党から労働党への政権交代が起き、1999年にトニー・ブレア政権のもと、最低賃金制度が復活しました。ブレアはニューレーバーの概念を掲げ、サッチャリズムに歩み寄る姿勢を見せましたが、最低賃金制度の復活は労働党らしいリベラルな政策と言えます。その後、保守党もリベラル化するという総中道化により、労働党から保守党へ政権が交代しても、最低賃金は相変わらず引き上げられ続けています。その結果、英国の生産性、つまり1人当たり GDP の伸び率がどうなったかを確認しましょう。このグラフは、英国と世界の生産性変動率の推移を示したものです。
赤色の点線は英国の1人当たり実質 GDP の年間変化率で、青色の点線は世界全体の値です。1年ごとの値だと長期のトレンドが分かりにくいので、二次近似曲線を実線で挿入しました。サッチャーが首相として規制緩和に取り組んでいたのは、1979年から1990年にかけてです。そして後継の保守党政権が最低賃金制度を廃止したのは1993年です。最低賃金制度が存在した期間を緑色で表示しました。世界全体の変化率をベンチマークとすると、最低賃金制度の規制緩和と規制撤廃が進められた時期、英国の生産性の変化率はアウトパフォームしていましたが、1999年に制度を復活させ、かつ水準を引き上げて以降、アンダーパフォームしていることがわかります。このグラフからサッチャーの新自由主義的改革が英国の生産性を高めたのに対して、最低賃金制度を復活させるなど、サッチャー路線の軌道をリベラル寄りに修正したブレア以降の反動が英国の生産性の上昇を抑制したと言えそうです。アトキンソンは2021年の記事で、労働市場の規制緩和には、労働参加率を上昇させるというメリットがあることを認めつつ、労働生産性を低下させるというデメリットもあることを指摘しています。そして実質賃金が上がらないと労働生産性が上がらなくなることを理由に、最低賃金の引き上げが必要だと主張しています。アトキンソンが依拠しているのは、労働市場の規制緩和が生産性に与える影響と題した2010年の論文です。この論文は、労働規制を緩和した英語圏のアングロサクソン諸国と、労働規制が厳しい欧州の大陸諸国の生産性を比較しています。英語圏で規制緩和の動きが強まったのは、1970年代の末から1980年代にかけてのことです。そこで1980年から2005年までのデータを比べます。労働生産性は英語圏諸国よりも欧州大陸諸国の方が高いのですが、GDP 成長率では英語圏諸国が欧州大陸諸国を上回っています。労働規制を強化すると、生産性の低い労働者が労働市場から排除されるので、実質賃金と労働生産性は上昇しますが、生産性、つまり1人当たり GDP の上昇は抑制されます。反対に、労働規制を緩和すると、さもなくば雇用されない生産性の低い労働者が労働市場に参入するので、実質賃金と労働生産性は低下しますが、生産性は上昇します。このように、この結果を解釈できます。アトキンソンは違った解釈をしています。同じ記事で彼はこう言っています。労働コストが高くなると ICT などを使わないとやっていけないので、企業は設備投資をせざるを得なくなります。逆に労働コストが安いと設備投資をせず、付加価値が低くてもビジネスモデルとして成立します。極論すれば、途上国は労働単価が低いからこそ途上国なのだという理屈です。最低賃金の引き上げは実際に生産性を高めるのでしょうか。経済産業研究所の森川正幸は2019年のレポートで、最低賃金の引き上げに伴う労働費用の増加が日本において企業の生産性向上努力を促す圧力として機能するかどうか、
低賃金、低生産性企業の退出による新陳代謝効果を持つかどうかを内閣府が公表する2006年度から2015年度にかけての都道府県レベル及び企業レベルのパネルデータを使用して調べました。その結果、最低賃金の引き上げは全要素生産性を優位には変化させない一方で、労働生産性を 10% の優位水準で引き下げることが判明しました。なぜ日本では最低賃金の引き下げが労働生産性を低下させたのでしょうか。森川は設備投資も 10% 水準で優位に減ったことから、最低賃金の引き上げが企業収益を圧迫し、その結果として設備投資を抑制する可能性を指摘しています。優位水準は高くありませんが、少なくとも最低賃金の引き上げが設備投資の増加を通じて労働生産性を高めるという効果はないと言えます。設備投資だけでなく、人材投資にも悪影響があるという報告があります。原博美の2017年の研究によると、最低賃金が 1% 上昇すると、研修や講習会など職場外訓練が優位に 2.8% 減少することが判明しました。職場内訓練、いわゆる OJT は優位に減少しませんでしたが、労働者が自発的に行う自己啓発も優位に少なくなりました。つまり日本では最低賃金の引き上げに人材投資を減らす効果があるということです。アトキンソンは途上国は労働単価が低いからこそ途上国なのだと言いますが、では途上国が最低賃金を先進国並みに引き上げれば途上国は先進国になれるのでしょうか。途上国の労働者の質が先進国に追いつかない限り無理でしょう。グローバリゼーションが進んでも先進国の労働単価が発展途上国よりも高いのは、前者の労働者の質が後者の労働者の質よりも高いとグローバル企業が判断しているからです。それゆえ、労働者の質を上げることなく、法律や労働組合の力で無理やり実質賃金を上げることは危険です。労働者が質以上の賃金を要求すると、企業は割安な労働力を求めて海外に生産拠点を移すので、国内産業が空洞化します。国内の製造業が衰退すると、国内のサービス産業も衰退します。日本での調査から示唆されるように、最低賃金の引き上げが設備投資や人材投資を抑制し、労働生産性を低下させるなら、アトキンソンの方法は日本では無効ということになります。では、どうすれば日本の生産性を高め、弊害なく賃金を上げれるようになるのでしょうか。次の章では、アトキンソンの方法に代わるもっと良い方法を提案したいと思います。第4章、最低賃金の引き上げよりも必要な政策。日本の生産性が向上せず、30年間賃金が上がらない根本的な原因は何でしょうか。それは日本の政府、企業、労働者のコンセンサスとして、雇用を守ることが最優先で、生産性を高めて賃金を上げることが二の次だからです。それゆえ、生産性と賃金を上げるには、雇用最優先主義を捨てなければなりません。ここで前回のプレゼンテーションで取り上げたグラフをもう一度ご覧ください。この散布図では、先進国22カ国の雇用流動性の低さと賃金上昇率の高さがプロットされています。横軸は2017年時点での労働者に占める勤続10年以上の割合で、縦軸は1997年から
2017年にかけての20年間の平均賃金上昇率です。数字はパーセント表示です。両者の間にはマイナス 0.63 の負の相関性があります。10年以上も勤続し続けている従業員の割合が高ければ高いほど賃金水準は上昇しない傾向があるということです。それゆえ、雇用の維持と賃金上昇がトレードオフの関係にあると言えそうです。これを具体例で確認しましょう。日本の位置はここです。雇用流動性が低く、賃金上昇率は先進国22カ国中最下位です。アトキンソンは、日本の平均給与が低迷しているのは、イタリアと同様に労働市場の規制緩和で非正規雇用が拡大したからだと言っています。イタリアの位置はここです。日本と同様に正規雇用の解雇規制が厳しかったので、雇用流動性が低く、その結果、賃金が上がりませんでした。日本とイタリアでは、単に規制緩和で非正規雇用が拡大しただけでなく、正規雇用を規制で手厚く守った結果、そのしわ寄せが非正規雇用に及んだのです。この2カ国の賃金が低迷したのは、規制緩和をしすぎたからではなくて、規制緩和が不十分だったからと考えるべきでしょう。この点で注目すべきはスウェーデンです。日本やイタリアよりも雇用流動性が高く、しかも賃金上昇率が高いことがわかります。このグラフでは1990年から2020年にかけての日本の平均賃金の推移を赤色の線で、スウェーデンの平均賃金の推移を青色の線で、OECD 加盟諸国の平均賃金の推移を緑色の線で示しています。1990年に OECD 加盟諸国の賃金水準と同じだった日本の平均賃金は、その後30年間横ばいであったために、今では大きく下回っています。これに対して1990年に日本よりずっと低かったスウェーデンの平均賃金は30年の間急速に上昇し、日本を抜いて OECD 加盟諸国の賃金水準に近づきつつあります。スウェーデンの急速な賃金上昇をもたらした原因の一つとして、この国が1950年代から採用している積極的労働市場政策があります。スウェーデンの積極的労働市場政策の考えは、雇用は守らないが人は守るというものです。つまり政府は雇用を守ることを口実に生産性の低い企業を保護しません。実際、スウェーデン政府は経営危機に陥った国内の大企業サーブの経営支援要請を拒否して救済しませんでした。そうすると企業の中には倒産したり生理解雇に踏み切ったりするところが出てくるので、失業者が増えます。スウェーデン政府は失業者の職業訓練に力を入れ、労働者の質を高め、生産性の高い企業への転職を促します。この方針は日本とは対照的です。日本の労働市場政策はスウェーデンと比べると消極的で、雇用は守るが人は守らない政策となっています。すなわち、新卒一括採用と終身雇用が大前提で、生産性の低い企業も規制と補助金で守ろうとします。すると人材が生産性の低い企業に閉じ込められ、生産性の高い企業への転職が妨げられます。だから失業率は低いけれども、賃金が上昇しないという結果になるのです。雇用の維持と賃金上昇はトレードオフの関係にあります。したがって
賃上げのためには終身雇用を放棄する必要があります。具体的な政策としては、労働者解雇規制の緩和、雇用調整助成金の廃止、社用企業延命策の廃止などです。これらの政策により生産性の低い企業が淘汰され、生産性の高い企業への転職が進み、全体の生産性が向上すれば、賃上げも可能になります。アトキンソンは、最低賃金を引き上げ、経営者に資本進化を促すことで、生産性を改善する方法を主張しています。資本進化とは、企業が設備投資を増やして、労働者1人当たりの資本装備率を高めることです。消極的労働市場政策を取る今の日本では、それが逆効果であることをすでに確認しました。しかし、日本が積極的労働市場政策に転じるなら、企業は従業員を減らして設備投資に力を入れるでしょうから、資本進化が進むと予想できます。ただし、最低賃金の引き上げが資本進化を促進する上で、最善の政策かどうかを考え直す必要があります。最低賃金の引き上げは、もともと貧困対策や格差是正を目的とした政策であって、資本進化のための政策としては2つの欠陥があります。まず、賃金が引き上げられるのは、最下層の労働者に限定されていて、それより高い水準の賃金をもらっている労働者には影響を与えません。IT や人工知能で置き換えなければいけない仕事は必ずしも最低賃金の対象ではないので、資本進化を促すという点では不徹底です。次に、実質賃金の引き上げを正当化するほどの労働者の質の向上を必ずしも伴わないという欠陥があります。すでに確認したように、企業が職場外訓練を減らすことで質を下げる可能性もあります。これらの欠陥を克服する方法として、従業員数を外形標準課税の基準とする方法を提案したいと思います。外形標準課税とは、企業の所得ではなくて、企業の規模を基準に法人事業税の税額を算定する課税方式のことです。現在の法人事業税は、所得割と付加価値割と資本割から成り立っています。私は付加価値割と資本割を廃止し、代わりに従業員数割の導入を提案したいと思います。従業員数割は最低賃金の引き上げと同様に失業者を増やすという理由から反対されてきました。しかし、労働生産性を高めるためには、むしろ不要な人員を企業に削減させるべきです。その代わり、従業員数割外形標準課税を財源に、失業者のリカレント教育に力を入れます。従来の企業内研修では、その会社でしか通用しない人材しか育成されませんでした。これは当たり前で、転職できる人材を育成することは企業にとって自殺行為です。だから、雇用流動性を高めるには、企業の外で、企業の枠を超えて活躍できる人材を育てなければならないのです。最後に結論として、私が提案する政策の効果をまとめましょう。積極的労働市場政策を前提に、従業員数割外形標準課税を導入すると、企業は余剰人員を積極的に削減するようになります。しかし、失業者にリカレント教育を施すことで、汎用性のあるスペシャリストを育成できます。解雇規制を緩和すれば、転職が容易になるので、生産性の高い企業への転職が進み、
その結果、日本全体の生産性が向上するというわけです。このチャンネルでは、私のコンテンツに興味を持ってくださる方に更新情報をお知らせする長井俊也ニュースレターというメールマガジンを配信しています。登録するには japanese.nagaitoshia.com にアクセスしてください。完全無料でいつでも登録を解除できるのでお気軽に試してください。